回塗るやつはアーマーモデリングに塗るやつかな、予定ではね。予定としてはね。予定なんだけど、まあ確実ぐらいの勢いでまあそうだね。やってこれは未来はどうなるかわからないですから。そういうこと言うの。見えませんから未来は。この流れでのその未来はさダメなやつのことじゃん。なんでわざわざそんなことにすんだよ。そこはもう気合です、気合。気合ね。はい、知らない方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、私、アーマーモデリングっていう雑誌でフィギュアの塗装の不定期連載をさせてもらってるんですね。そこではアニメ塗りじゃなくって、いわゆるちょっとリアル系の塗りといいますか、まあ分けるんだったらね。ということで今回は美少女フィギュアを塗っていきたいと思います。正確に言うとフィギュアじゃなくって、まあフィギュアなんだけどね、まあ、ガレージキットです。もうすでにさここに映ってるんだけれども、これなんだけど、もうねこれ胴体、あ、違う、下半身、下半身っぽい感じだね。そうだね、下半胴体、下半胴体、やばいやばい、新しい言葉が生まれたね、ここにね。やばいやばい、下半胴体、下半胴体はやばい。まあいいや、まあ見ればわかるので後でちょっとしっかりと見てください。あと上半身とか、あと腕のパーツ、こう右手左手のパーツ、あと顔っていう感じで細かく分かれてます。あとはまあ多分おそらくこれ髪の毛とかかしら、まあ細かいパーツが入ってるんだろうね。そうですね、折れないようにそういう処置をしてくれてるんだろうと。これがめちゃくちゃありがたくって、でね、私ね、実はね、前回もこの同じ作家さんのフィギュアを撮らせてもらって、本当にすごく良かった、めちゃくちゃ好みだった。その時もさ、梱包うまくてさ、うまいっていうかもう丁寧で感動したんだけれども、まあ、今回もがっちりとしっかりと梱包されてて、おそらく多分髪の毛の毛先とかも折れてないだろうっていう感じですね。まあまあでもそこはなんとかなりますから。まあそうだね、だからガレージキットってさ、やっぱパーツで組み立てていくような感じだからさ。そういうことなの、だから今回これから塗装の工程とかもう完成まで見せていってもらうんだけれども、洗浄するところとか組み立てるところとかからも全部やっていくので、まあもしかしたらガレージキットとかもやってみたいよって方もこの視聴者さんの中でいるかもしれないから、もうちょっとでも参考になればと思います。ただ一番はおそらくこの動画が今上がってて見てもらってるということは、おそらく前後でアーマーモデリングさんに掲載されてると思いますので、そうだね、まあ一番はこの動画と並行しながらその紙面でね、お写真もね結構しっかりと撮っていただいてるんですよ、毎回。そうだからその本ならではの良さってやっぱりあるから、それも見ていただきつつ、まあやっていただければと。もやらなくてもぜひ買ってほしいんだけどね。まあねまあね、記念としてね。はいはいはい、まあそんなこんなで今から早速やっていきますので、ぜひぜひ動画最後まで見ていただいて感想とかくれたら嬉しいです。頑張るぞ頑張るぞはい、では早速やっていきたいと思います。今回はいわゆるガレージキットってやつですね。下処理が非常に大事になってくるので、リペイントよりもここにかける時間は割と長いから気合を入れてやっていきましょう。まずパーツの確認をしていきます。ここでね、パーツの紛失とかがあると最後にめちゃくちゃもう絶望的なことになりますので、しっかりとどのパーツがあるかっていうのを確認していきます。まず下半身のパーツがありまして、結構まとまってますよね。で、上半身のパーツがあって、髪の毛ですね。あとはね、髪の毛が非常に今回細かいです。髪型によってパーツ数結構変わる部分ですよね、髪の毛は。今回はロングヘアで躍動感もすごくあるので細かく分かれてるって感じでした。一番取り扱い注意ですね。あとは手ですね。手、普通の人間的な手と反対側の左手かな、左手が機械的な手になってたりとかして非常に面白い作りですね。そして顔ですね。顔ね、めちゃくちゃ美人だよね。私すんごい好きなんですよ。あとは細かいパーツですね。服につくなんだろう、キューブ的なやつだったりとか、まあ型細かいところっていう感じでパーツになります。はい、そしてこれらを仮組みをしていきます。仮組みはね、どんな風に最終的に組み上がるかっていうのを今から表面処理していくんですけど、まあそれと同時にというかその前にというか、ちゃんとこうパーツ数が足りてるかなっていうところにもよるんだけれども、確認をして最終的な仕上がりを見ていきます。で、この時に接着を今回どうしようかなとか、そこら辺も考えます。もうここ最初にもう接着しちゃおうかなとか、マグネットを仕込んで取れるようにしようかなとか、まあ、そこら辺も考えていくっていう作業ですね。あとはどのように塗り進めていこうかなっていうところも私はこの段階でしっかりと考えるようにはしてます。もちろん軌道修正はしますけれども、ヤスリとかの作業に入っていきたいと思います。パーツ処理ですね、いわゆるね。ここがね、結構時間がかかるんですよ。でもすごく大事な作業なので、ある程度しっかりとやっていきます。まあやり方はね、正直人それぞれだと思うんですけどね、
本的には私の場合はスポンジヤスリがメインかな。一番最初にリューターゴリゴリ削れるやつですね。最近使ってるのはアルティマ5ヤスリを取り付けてブイーンって電動でこするやつですね。その他にももちろん手動でやってる部分もあって、私はねスポンジヤスリ番手ごとに分けてるので、ペーパーヤスリも一応分けてるので、細かい部分とか手での作業が小回りが利くようなところは手でやったりとかしながらやっていってます。である程度ねもうできたなと思ってからここからがね意外と長いんですよね。今回だったらやっぱ髪の毛がめちゃくちゃ私的には大変で、パーツが実際多かったっていうところもそうですし、細かく長く入り組んでるので、いわゆるそのヤスリ掛けする時にヤスリが入りにくいところとかもあるんですよね。だからそこら辺は結構根気がいりますし、どこでやめるかみたいな問題もあるんですけど、正直なこと言うと今回私はこの程度でいいかみたいな感じで、だいぶ爪が甘い状態のヤスリ掛けで、ぶっちゃけ終わってます。エアブラシで終わらせるんだったらちょっとまずいかなっていうレベルだったかな今回は。私の場合はもう筆塗りなんでテイスト的なものもあるんですけど、最終的な見栄えにさほど影響しないかなっていうところで今回はやめましたっていう感じで、パーツの処理が終わりましたので、じゃあいよいよ塗りに入っていきます。塗装なんだけれども、この段階だと私はねまず今エアブラシを拭こうとしているんですが、ここもある意味下処理的な要素が実はありますね。細かいことを言うと、ここの段階っていろいろなやり方があるんですよ。さっきも言ったこととは重なってくるんだけれども、人によってやり方違いますし、この先どういうやり方で進めていくかによっても結構違うので、あとこだわり的な部分とかも入ってくると思うのでね、結構一つの参考としてみてほしいんですけれども、私は今回まずラッカー系塗料をガンガンも乗せていきます。朝食はミニ紙コップの中に私はやっていってます。この前それこそ私ワークショップをやらせてもらったんですけど、ワークショップの中でも朝食とかは質問いただくこともこれまでもありましたし、人によってはすごくね難しい部分だったりもするんですけど、今ねすんごいたくさんいっぱい塗料あるんですよ。一番はもうこれだなっていう色を選んでやっていただくのが、一番濁りとかも正確に言うと出ないと思うんですけれども、私の場合は基本的にもそのままの色を使うっていうことよりも調節をすることがやっぱ多いですね。ある程度の作りたい色に近い色を選んだら、そこにやっぱシアン、マゼンタとかイエローとか重色系の色を使って調色を行って数種類の色を作ります。でそこからいよいよ塗っていきます。基本的にはドレスのカラーと肌のカラーと髪の毛のカラーになってくると思うんですけど、私今回肌のカラーはラッカー系塗料にある何色だったかな、肌色系の色を1回のせて、ここをちょっと土系色っぽい色を選んだんですけども、ベタ塗りでもガーッとのせます。エアブラシを拭いたらしっかりと乾燥させて触れる状態にしてまた組んでいきます。はい、では筆塗りをしていきます。今回は先ほどラッカーを使っておりましたが、水性アクリル系塗料で塗っていきます。普通のパレットに水性系アクリルの塗料をのせて塗っていくと、やっぱり乾きがちょっとね早かったりするんですけど、ちょっとでも遅らせるために、早いって言ってもラッカー塗料よりか全然遅いんですけどね。私はね昔油絵を描いてた時もそうだったんですけど、いくつかの色をもうババババってのせて、使えそうだなと思った色はバババババッとのせていってから、塗りに入っていくっていう感じですね。まず肌から今回は塗っていきます。最初に希釈した状態のカラーをいくつかパレット状に作っていくと、塗っていく時にすごく塗りやすいのでおすすめです。この動画では細かい調色とか細かい塗り方とかはないので、雰囲気で見ていただければと思うんですけれども、大まかな進め方としてはそういう感じです。である程度きちんと色が全体に乗ったなと思ったら、次は細かな塗りに入っていきます。顔の塗り方もねいろいろあるんですが、私の場合はねあんまり毎回絶対こういうやり方だっていうルールは設けずに塗ることが多いんですけど、なんて言うんですかね、あまり規則的な塗り方ではないと思います。今回は最初にちょっと血色多めにしたいなと思うところに血色多めに置いてみたりとか、そういう感じで最終的にはほぼ隠れてしまうという感じなので、これが次の工程進んで最終的な表層の絵肌につながってはくるので、少なからず意味はあると思ってます。気持ち大事ですからね。結局は筆の進みの速度だったりとか、気持ちが乗るかどうかで結構仕上がりにもつながってはくるのでね。小鼻の周りはちょっと赤みを出してたりとか、ほっぺたの部分はチーク的な要素で赤くしていたりとかやってます。で今回のこの子はね、前髪がねパッツンで、もうおでこにグンとかかるんですよ。だから私これ塗ってる時に、あれこれ最終的にめっちゃ結構
こう目の周り暗くなるんじゃないかなとか思いながらね今塗っていってるんだけれども、おでこと髪の毛の間に物理的にもう影が落ちるとある程度そこもなんか考慮して鑑賞する時にどれぐらいその影が影響するかなっていうところもある程度考慮して色とかも決めていかないといけないので、前髪はねつけた状態で塗ったりとか外して塗ってみたりとかもいろいろ繰り返しながら進めていってます。顔が塗り終わったので次ね胸周りだったりとか上半身、今回の子は上半身は割と肌が見える、だけど下半身はもうドレスで覆いかぶさってるっていう子なんですよ。なのでどんな風にしようかなってすごく悩んで、もうギリギリまですんごく悩んだんですけれども、最終的にはこのドレスの面積もすごく多いのでどうしたもんかなと思って、最初はもう柄を入れようかなとかいろいろ考えてたんですけれども、アーマーモデリングさんの中で一回柄やったなと思ったので、今回はスケートソーにしてみようかなと思いまして、なんか意外とみんなにこうやって見せる中ではやってなかったなと思ったんで、今回はスケートソーっぽい表現にしてみました。私はリアル塗りっていういわゆる技法のアプローチは全くやってないですね。基本的にこの筆を使って表層に見えるこの絵肌でリアル塗装とも言えないし、もうザ絵画とも言えないですし、普通の美少女フィギュアでもないような、なんかこう、立体絵画って言った方が一番分かりやすいかなとは思うんですけれども、そのような技法でとにかく筆で描いて表現してます。もう血管を描くとかそういうことをいわゆるやってないってことですね。あくまで表面を拾っていってるって感じです。私はすごく好きなやり方でめちゃくちゃ楽しいんですけど、ちなみにスケ塗装はねエアブラシでやったことがあるっていう方意外といらっしゃるんじゃないかなと思うんやけれども、多分ねエアブラシでやる場合と筆でやる場合とかで多分勝手とかも全然違うと思いますし、筆で表現するやり方も1個ではないと思うんですよね。今回私がやったやり方としては、最初にドレスのカラーを塗ってそこから肌のカラーを透かせて表現していくっていうやり方でやってます。首から腕にかけてのちょっとこのメカニカルな部分に関してはですね、すごいね今回どうしようかなって悩んだんですけど、あえてあんまりこうギラギラした金属表現をやめようと思ってやってます。全体的にその落ち着いた雰囲気にしたいっていうところも今回の狙いでありましたので、ちょっとマットな感じも狙ってやってるんですよね。多分ね完成した様子を見てもらったら多分わかるかなと思うんですけれども、肌の塗装ができて体のね塗装も大まかに終わりましたので、最後髪の毛ですね。今と思った方いると思うんだけれども、そうなんですよ。最初ねホワイトにしようと思って色のせてたんですけれども、急遽黒髪暗髪かなにしております。これね実はねドレスの色が想定してた色と塗っていくうちに変わったんですよ。それによって、いわゆるスケ塗装にしたことによってですね、全体的な私の塗りのテーマみたいなのが途中でガラッて変わったのよね。最初は結構メカっぽくってなんかこうちょっとアンドロイド感強めの印象にしようかなと思って進めてたんだけど、スケ塗装したことによって生っぽさがいい意味で出たんですね。だからそこを壊さないような雰囲気で仕上げたいなと思ったんですね。だから割とみんなから見ても馴染みのある人のカラーにしようと思って暗い色に急遽変更って感じです。こういうのも最初に色を想定して載せておくことによって途中で軌道修正する時にもなんかバランスがつかみやすいっていうところもあるから、そういう意味でも最初の話に戻ってくるんだけれども、ラフ画の目的もあって色を置いてるって言ってたのはそういうこと。はい、ということで完成しました。今回ね私ねめちゃくちゃお気に入り。なんかね全体的な色の色彩はまとめていて落ち着きのある感じにしたんだけれども、それによってどこかこうミステリアスなクールビューティーな子にすごい仕上がったんじゃないかなって思います。とってもね可愛くできてマジで満足です。肌の塗りのしっとりした感じとか、服のね生地が薄くて透けてる感じとか、どこかしっとりしてるんだけれどもちゃんとツヤっぽさのある髪の毛とか、肌が透けてるアームカバーだったり、首からね片腕にかけてのメカっぽい部分だったりとか、これら全てね今回下塗り以外最終的に全て筆塗りで表現していったんだけれども、こんな風に筆塗りでもいろいろな質感の表現が楽しめるので、これがね筆塗りの楽し
しいとこですよね。お気に入りのポイントはね結構いろいろあるんだけど、あえて選ぶとするんだったら脇の塗りですね。この脇のくぼみの表現だったりとか、あとはバストの丸み、この膨らみの陰影表現だったりとか、あとやっぱ髪の毛かな。髪の毛のね嘘っぽくツヤツヤしすぎた感じではなくって、ちょっとしっとりとして落ち着いてる感じ、ここら辺がねかなり心地よく表現できたんじゃないかなって思います。フィギュアの塗りとね一言で言っても、私がねリペイントでよくやるこうバキッとしたセル画っぽい 3D 二次元彩色とかね、あとは白とか黒色とかのモノクロで表現する塗り方だったりとか、あとこうジョジョ化だったり何々化ってする時によくやるんだけれども、こう線をバキバキ入れていく塗り方だったりとかね、あとは今回みたいに筆で色と色をこう混ぜ合わせながら塗っていく、色を少しずつ重ねながら塗っていく絵画っぽかったり、どこかリアルっぽい塗り方だったりとか、いろんな塗り方が筆塗りはできます。だからねこのフィギュアだからこういう風に塗りたいなとか、こういう表現をするんだったらこの塗り方、このアプローチだなみたいな感じで、塗りの技法とか色選びで考えていくと、塗りの表現っていうのは本当にねもうめちゃくちゃたくさんあるんで、ぜひこのチャンネル見てくれてるみんなはねこう一緒に私と一緒に塗りを楽しんでいってくれたら嬉しいです。もしくはね塗るのはねちょっとまだできないし、まあやらないんだけど、こうやって塗るのをね見ていく、こういろんな表現にいろんなこう表情に変わっていくフィギュアを見るのが好きっていう方はねまた遊びに来てくれると嬉しいです。今回作っているこちらのフィギュアなんだけれども、ミニ作品集としてこの動画から発売します。実はその他にも全部で4種類発売するんですけど、立体絵画の塗装をした3種類のフィギュアですね。こちらアーマーモデリングさんで掲載しているものなんですけれども、それとアニメ塗りフィギュアの教科書で掲載したアリアの本ですね。こちら概要欄から購入可能なのでぜひぜひ買ってみてください。で今回ねこちらのミニ作品集、タイトルをドロー F としたんですけれども、普通はフィギュアを塗るというと思うんだけれども、私の場合はフィギュアを描くように塗ってるんですね。これなぜかというと、私が今まで絵画とか書道を通してこう描いてきたりとか描いてきたっていう感覚なんです。だからフィギュアを描くという意味で、描くがドローっていう意味なのでね、ドロー F というタイトルにしてます。で実はこの F には2つの意味込めてて、フィギュアとフィギュアの他に未来という意味も込めてます。フィギュアは様々なフィギュアですね。今回のようなリアル系のフィギュアからアニメキャラクターのフィギュアみたいに様々なフィギュアですね。でもう一つの未来っていうのが未来でフューチャーの F なんですけど、そういうフィギュアたちをこれからの人生も描き続けていきたいな、描き続けていきたいなという意味で2つの F を込めました。ドロー F なんですけれども、今回4冊購入してくれた方には限定特典付けさせてもらいます。ドロー F の文字が書いたイラストですね、ロゴステッカーを付けさせてもらいます。こちらでもなくなり次第終了なので、欲しいっていう方はお早めにお願いします。概要欄から購入可能なのでぜひゲットしてみてください。